はい、皆さんこんにちは。最近スマホのアプリが進化してきてですね、ビル管理や環境測定に役立つツールが増えてきましたね。特に騒音測定アプリとかは他の測定器への転用に都合がよくできていると感じました。そこで今回はその騒音測定アプリを工夫してアマチュア無線のアンテナ製作などで使う電解強度計に転用してみたので、その過程と結果をシェアしたいと思います。それと今回トランジスタ回路を使っている関連として、後半で、トランジスタについても少しまとめてみましたのでお話してみたいと思います。それではまず騒音測定アプリを使うことでですね、簡単に周囲の音の強さを測定することができます。私が使用したアプリはスマホのマイクを利用して音を拾い、そのデータを数値化して表示してくれますので、これを利用して電解強度を測定するための基盤を作ることがですね、できます。実際にスマホを使って騒音を測定する際はアプリを起動し、測定したい場所にスマホを置くだけで OK です。これにより周囲の音の強さをリアルタイムで確認することができます。特にアマチュア無線のアンテナ製作においては電解強度を測定することが重要ですので、このアプリは非常に役立つと言えます。次に電解強度計を製作するためにトランジスタを使った回路を組み立てました。具体的にはトランジスタ2隻を用いて低周波信号を発信し、その信号をイヤホンから出力します。この音をスマホのマイクで拾わせることで電解強度を測定する仕組みです。回路は至って簡単な仕組みなので、基本的な電子回路を使うことで誰でも挑戦できる内容です。私が使用したトランジスタは 2SA1015 と 2SC1815 で、これらを使った回路図は以下の通りです。さて実際にこの回路を使って測定を行ってみました。使用したトランシーバーは 0.5W に設定し、近距離では赤のピークラインギリギリまで振っており、離れていくと徐々にですね、電解強度が下がっていきましたので、それなりに良好な結果と言えそうです。何よりスマホのアプリなので見た目がかっこいいのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。ただしスマホのマイクが周囲の騒音も拾っているためですね、実際の電解強度を正確に測定するには数値の置き換えが必要です。今回の測定では周囲の騒音が約32デシベル前後であったので、これを考慮に入れる必要があります。というわけでですね、測定結果を踏まえて今後の改善点について考えました。現在の方法ではイヤホンから出た音をスマホのマイクに拾わせているため、周囲の騒音のですね、影響を受けやすいです。そこで今後は簡単なミキシング回路を挟んで音を直接スマホに入力する方法を検討しています。この改善によりですね、より正確な電解強度の測定が可能になると期待しています。アマチュア無線のアンテナ製作において電解強度の測定は非常に重要な要素ですので、今後もこのプロジェクトを進めていきたいと思います。今回の実験を通じてスマホの使ったような測定器の可能性を感じました。アプリの進化により手軽に測定できる環境が整ってきています。今後もですね、さらに改良を加えながらより精度の高い測定ができるように挑戦していきたいと思います。はい、そういうわけでですね、ここからトランジスタの話です。さて、今更ではありますが、トランジスタの発達とその影響について振り返ってみたいと思います。トランジスタは1940年代末に実用化され、真空管に代わってですね、エレクトロニクスの主役になりました。
特に日本においてはトランジスタの普及が電子産業の発展に大きく寄与しました。トランジスタの発明にはアメリカの3博士、ジョン・バーデン、ウィリアム・ショックレ、ウォルター・ラッテンの功績がですね、欠かせません。彼らは1947年にトランジスタを発明し、その後のですね、エレクトロニクス革命を引き起こしました。この発明により電子機器は小型化され、より高性能なものがですね、次々と登場しました。この時期、トランジスタはいろいろな分野での応用が進み、特に通信機器や音響機器においての推力をですね、発揮しました。日本においてもトランジスタ技術は急速に普及しました。特に江崎レオナ博士が開発した江崎ダイオードはトランジスタ技術の進化に大きく寄与しました。1957年の秋に開かれた物理学会での報告はトランジスタ技術の進展をですね、示す重要な出来事でした。彼の研究はトランジスタの性能向上につながり、日本の電子産業の基盤を築くことになり、後にノーベル賞をですね、受賞することになります。またソニーはこの時期にトランジスタを利用した製品を次々と発表し、特にトランジスタラジオの開発に成功しました。これによりソニーは日本国内外のブランド力を高め、電子立国日本のですね、象徴的存在となりました。1959年5月、東京日本橋にある三越本店で行われた少年電子科学展ではソニーのブースが大きな注目を集めました。このイベントには20万人以上が訪れ、トランジスタ技術の魅力をですね、体験しました。トランジスタラジオはソニーの代表的な製品となり、家庭に普及することでより多くの人々が音楽や情報を手軽に楽しむことができるようになりました。このようにトランジスタ技術は日本の家庭に革命をもたらし、エレクトロニクスの普及に大きく貢献しました。トランジスタの小型化と高性能化は音響機器だけでなく容易な電子機器の発展を促しました。しかしながらですね、時が経つにつれて日本の電子産業は一時的な停滞を迎えました。特に1990年代にいるとアメリカや韓国、中国などの国々が急速に技術を進化させ、日本の電子産業はですね、競争力を失いつつありました。特に半導体市場においては TI やモトローラなどの企業が台頭し、日本の企業はその地位をね、脅かされることになりました。現在日本の電子産業は再び立ち上がりを見せていますが、かつての栄光を取り戻すには多くの課題が残されています。特に技術革新や国際競争に対する対応が求められているのは言うまでもないことでしょう。トランジスタは今後も進化を続け、より高性能で省エネルギーな製品が登場することでしょう。日本の電子産業もこの流れに乗り遅れないよう、さらなる技術革新を目指す必要があります。特に AI や LOT といった新しい技術との融合が期待されており、これにより新たな市場が開かれる可能性があります。トランジスタの発展は日本の電子産業の歴史そのものであり、今後の展望をですね、考える上でも重要な要素です。私たちが日常的に使用している電子機器の背後にはトランジスタの技術があることを忘れてはなりません。 IC も LSI もトランジスタの追跡回路です。最初の1個がなければ現代はありません。これからもトランジスタの進化を見守りつつ、日本の電子産業の未来に期待したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はスマホのアプリの電解共同経営の転用ですね。それと今後の課題、そしてトランジスタについてのお話をお送りしました。スマホのアプリはですね、結構アマチュア無線とかに役立つアプリがまたありますので、今後ですね、また紹介できたらと考えております。それでは今回はこの辺で。最後までご覧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Have a nice day。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。